どうも皆さん、カイトです。派遣型ヒーローで切り刻むともみをご存知でしょうか。こちらは2022年3月25日に Steam、2022年12月1日に Nintendo Switch でリリースされたゲームになります。早速ラストまで一気にクリアしたんですけど、コンパクトにまとまった爽快メトロイドバニアでしたね。クリア自体は3時間30分ぐらいでいけるんですけど、爽快に敵を倒せる難易度設定にスイスイ攻略できる探索範囲、見た目のパケから想像できないユリ要素など思った以上に面白かったです。今回はともみというおすすめ作品のジャンル、魅力を簡単に紹介します。では早速やっていきましょう。まずこのゲームのジャンルになるんですが、派遣型ヒーローのメトロイドバニアアクションになります。主人公のともみを操作してサポートのリコと一緒に悪の組織アニマリアが完成させた最終兵器をぶち壊すのが目的。攻撃が刀で切るかアイテムを投げるだけなんですけど、刀で切るしかほぼ使わないのも特徴です。敵を倒すとマネをドロップして回収、体力回復の自販機の購入、ショップでのバフ購入に使用ができます。メトロイドバニアということもあってスキル得得でのパワーアップは当然あります。すげえジャンプとかできちゃう。 HP と MP は数値バランス表示であり、敵を倒すことでレベルアップも一応あります。ストーリーはコメディタッチの紙芝居パターンなんですけど、キャラを動かしながらでも自動進行されていきます。各エリアに存在しているサポートのリコのいる場所がセーブポイントで、こちらがエリア間移動のワープポイントですね。キャラの動きがめちゃくちゃ速いのでマップ移動はかなり楽でした。ざっくりと説明するとこんな感じ。そしてこのゲームの魅力についてなんですが、パッケージの印象が覆る爽快なメトロイドバニアであり、おまけにユリ要素を後半にぶち込んでくるストーリー性を大いに楽しむともみワールドでしたね。パッケージはともみが刀を構えている場面なんですけど、ほんまに胸に目がいきますが、セクシー要素なんて皆無に等しいのがこのゲーム。どちらかというと爽快なアクションに全振りしたメトロイドバニアであり、味付けのようにセクシーなキャラがちょくちょく登場するイメージを持つのが良いです。そもそもともみが初期から強いのもあって、最初のボスを倒すまでというよりボスさえもノーダメで倒せるぐらい強いです。攻撃モーションが速いのもあって一定の距離感での切り刻みで倒せてしまうんですよね。こんなんでええねんこんなんで。さらにはバフでの攻撃力強化、二刀流など化け物じみたゲームバランスになります。ある程度スキルを得得してからはほぼノーダメで探索できるのも面白くて、細いところを通れるようになる猫変化でのダッシュ無双がめちゃくちゃいい。中二病を堪能できるロボット操作もいけてて、一転して動きにくくはなるものの雑魚敵を一掃しながら動く様はなかなかに見応えありました。完全にボーナスステージですが、サポートのリコとの会話やボスたちとの会話もコミカルなのもあって、ところどころにギャグ全開ないのもご愛嬌でしたね。後半になればともみからリコへの愛が強すぎるユリ要素も全開になっていき、ラストは正義と愛の力でなんかわけわからんくなって終わるのも秀逸。探索率 99% でクリアをしたんですけど、2周目では強くてニューゲームでプレイすることもできます。敵の配置は同じなんですけど、1周目とは違い敵が強くなっているのが特徴です。強化アイテムも同じ箇所にあるので、より極めたい方はクリアしてみてください。トータルなバランスとしてはコミカルにやり取りするキャラたちの会話や飽きさせない爽快なアクション要素は思った以上に面白かったですね。以上になります。派遣型ヒーローで切り刻むメトロイドバニアともみ。パッケージの見た目ではセクシーさ全開ですが、中身は正義と愛の爽快アクション。ともみが強すぎるゲームバランスにコンパクトにクリアできる程よいボリュームがプレイしやすい。この機会にぜひヒーローになって最終兵器をぶち壊しに行きませんか。きっとチームでの部分的コントローラー対応と書いてありつつも全然操作できなくて、スイッチでプレイするしか無理じゃねってなること間違いないですよ。このチャンネルではインディーズ作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。